はい、くーちゃんまた来て、お腹空いてたのかな。みんな食べてちょ。はい、ババンババンバンバアニバンバンバババンババンバンバアニバンバンババンババンバンバアニバンバンバババンババンバン。はい、バンバンバン。はい、藤子さんでおうんこございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが白茶のゆりさん、白黒のくーたくん、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃん、画面に収まっておりませんが、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。もうさ、いきなり目の前に飛び込んできたうんこがさ、部屋のど真ん中に今カリカリ用意して帰ってきて、ハイライブ始めようと思ったら目の前にうんこが一個ポツンとあるんで、ちょっとおーってね、なってしまいました。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、行きますよ。せーの。ジャスティース、ゆりた、ジャスティース。今日は塩と氷を入れた水。まだね、氷入れたばっかだから、上のところは冷たいけどな。あっという間に溶けるのかなっていう感じよ。
もうさ、選挙の結果が嫌すぎて。選挙の結果が嫌すぎて時間忘れててな、ライブをし損ねるとこだった。危なかったよって感じな。で、今日もな、鰹節、今さ、鰹節の中にさ、煮干しすげえいっぱい入ってんだよね。だからあれかもね、グラムで、ね、今まで通りグラムは変わらないけど、鰹節の量を減らすために煮干し増量なのかもしれないんだけどさ、煮干しの量が多いんでね、諦めずに煮干しを1個ずつ乗せて出してきたんだけど、ね、綺麗にちゃんと煮干しだけ残ってるわ。なんでそんな器用なのかね。なんで猫なのに煮干し食べないかね。ねえ、ほら、ゆりたん、かつお節鼻にくっついてるから。かわいいな。カニタさん、ジャスティス、こんばんは。暴走は本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ヨッシーさん、ジャスティス、ありがとうございます。北海道さん、今日は七夕ですね。ねえ、忘れてたわけよ。そうだ、そういえばと思って。昨日だったかな、笹売ってたの。で、前にね、笹100円なんで、で100円ならいいかと思ってさ、前にね、買ってきてさ、でね、猫と七夕動画を撮ったことあったよな、なんて思ったんだけど、まあ、それね、捨てるのが大変なので100円で買ってくるのはいいんだけどな。その後の処分が大変なのでって感じなのでね。どうしようかね、なんて思いながら。まあ、またね、動画撮ってる余裕は今ないので、編集で手一杯なのでさ、今年はいいやと思って買ってこないって言ったんだよね。で、忘れてたけど、今日七夕だったんだよね。そうなんだよ。よしさん、小池都知事当選確実とのこと、残念ですね。もうほんと。もう東京に住んでいたくないと思ってさ、どうやったら東京から脱出できるかなって考えてたらライブし損ねそうになってて危なかった。危なかったよって感じな。もうこっからどうにかひっくり返す方法はないのかなと思ってさ。なんか、独立国を作ることができるらしいんだよね。でね、その独立国を作る方法、もう本当に誰か、お願いします。私じゃ影響力ないからさ、それどうやってやるんだっていうのでね、独立国作ってくんねえかなと思うんだけどな。そうすればひっくり返せるかな。もうそれしかひっくり返す方法ないよねっていうかさ、ひっくり返す方法あるんだったらさ、ね、もうそれ、あるだけいいっていうかさ、もうそれやろうよみたいな。もうそれやろうよ、独立国作ろうよみたいなことをね、考えてたらもう10時過ぎて危ねかったって感じ。北海道さん、よっしーさん、複雑な心境ですね。もう本当だよ。やっぱりみんなそう思うのか。私だけじゃないのか。みんなが望んでて、私だけあれだったんかなと思って。だからこういう結果なのかな、なんていうふうに思ったけど、そうじゃなかったんだね。よかったよ。カニタンさん、高齢になるほど、そうそうそう。現職知事に投票してたよ。固まってるね。そうそうそう。で、組織票っていうのがあるじゃんか。で、その組織票の数がもうすでにね、多すぎるわけよね。だからもう、とにかく投票率を上げて、もうその組織票以外の票を、増やすしかないっていうところだったんだけどな。まあ、もう本当ね、うちの親、兄弟、親戚、兄弟は知らないけど、親にしてみてもさ、もうね、全然だもんねって感じ。小池に入れるか、蓮舫に入れるかみたいな話してな、まあ投票に向いてんだけどさ、みたいな感じだけど、そんなんだったら行かなくていいと思って余計なことを言わず、余計なこと言わずな、投票行こうよとか言わずに、そっちに入れんだったら行かなくていいよとか思って、余計なこと言わなかったんだよ
ね。もうほんとそんなんだよね。テレビ見てる人は、テレビに見てる人しか知らないからさ、ね、で、組織票があるじゃんっていうところでさ、なんとかとにかくさ、現都知事以外になんか変わってくれないかなと。ね、最悪。最悪な最悪現都知事以外の人に変わってくんないかなと思ってたんだけど、それすらも叶わずっていうところで、まあ、がっかりよ。もう東京に住んでいたくないよと思ってさ、どうやったら東京から抜け出せっかななんてさ、もうちょっと考え中だよ、はい。猫5匹抱えてどこ行ったらいいのって感じね。北海道さん。誰に投票しても老後の心配は尽きない。まあ、老後の心配はな。老後の心配はな。まあ、今すら生きられないじゃんか。今の人になっちゃったらさ。今生きていくことも難しくなっちゃうからさ。今生きていくことをとにかく楽しめるっていう方法を考えるとするとさ。まあ、他の人になってほしかったわけよね。はい、残念。はい、終了、以上、終わり、みたいなね。感じでございますよ。吉井さん。石丸さんでも蓮舫さんでもよかったけど、そうそうそう。小池都知事も反省点は反省してもらえそうだね。初心に帰り頑張ってもらいたい。まあ無理だよね。バックについてるのの言いなりだから。バッグについてるのの言いなりで、今この状況があるわけだからな。それがまあ、これからもね、継続されるよっていうね、お知らせなんでな。小池さんがね、自分の意思でやってることではないからね。まあ、小池さんが反省したところで、流れは変わりませんよね。ことでございますよ。はい、チーン。はい、終了みたいなね。もう、どうするもうどうするみんな独立国ってどうやって作るんだったっけもう教えてくださいって感じで、もうそれに協力しますんでっていうね。感じだよ、今な。はい。で、今日も暑かったなっていうか、今も暑いけどさ、なんか夜のが暑いかな。エアコンね、ついてるんだけど、あっちの部屋扇風機もついてるんだけど、なんで今の方のがこんな暑いんだろうってくらい暑いな。なんかさ、昼間ね、今日はほらお客さん来てて朝からさ、もうね、一番暑い時間、エアコンない部屋でさ、ここで猫5匹と私とさ、過ごしてたんだけど、今日意外とね、過ごせたんだよね。昨日なんかものの20分でやべえ、あっちいと思って。これどうしようかと思って、夏こなせないな、これなんて昨日の時点で思ってたんだけど、今日割と過ごせたんだよね。すげえと思って。なんか最後の方はさすがにちょっと暑くなってきたんで、アイス買いに行ってさ、アイス食べたけどさ、アイス食べたけどさ、で、アイスもさ、ショッキングだったわけよね。だからまあ、かろうじて安全に食べられるかなって思うのがハーゲンダッツなんで、まあ大概最近はアイスを買うとしたらハーゲンダッツを選ぶんだけれども、ただハーゲンダッツで自分が好きなフレーバーがないんで、いつもそこで悩むんだけどさ、他のものの方が自分的にはね、好きそうなのはあるんだけど、ただ原材料がちょっとね、無理。食べれないこれは、みたいなね、感じなんで、まあ、ハーゲンダッツに落ち着くんだけどさ、今日ハーゲンダッツもね、ラクトアイスになってたわけよ。マジでと思って。だからこれバッタモンかなと思ってすごい見たんだけど、なんかハーゲンダッツってやっぱり書いてあるんだよね。いや、ラクトアイスって書いてあるけど、ハーゲンダッツなのにと思って。で、その隣にあるのは、ハーゲンダッツなのに氷菓子って書いてあったわけよね。で、それはなんかね、バナナと豆乳のアイスみたいな、なんかそんなやつだったわけよ。で、それが氷菓子だったわけ。まあ、氷菓子ならまあいいけどね、と思ったけどさ、その隣にあるやつ、なんだったかな。なんか、ピスタチオみたいな感じの、なんかのアイスだったんだけどさ、
それがさ、ラクトアイスって書かれてるから、マジでと思って。いや、もうハーゲンダッツでも信用ならねえと思ってさ。でね、アイスクリームのハーゲンダッツ探して、で、その隣に氷菓子のチョコのアイスがあったわけよね。で、それがいいかなと思ったわけよね。氷菓子だし、チョコ味だしなと思ってさ。でもまあ見るとやっぱりカラメル色素って書いてあるから、これはダメだ。やっぱなと思って。チョコ味にはカラメル色素入ってるしなと思って。で、ハーゲンダッツのなんだ、棒がついてるやつだと、アイスクリームだったんだよね。だから本当は、ほら、暑い部屋で食べるから溶けるからさ、カップの方が安全に食べられるからいいなと思うんだけど、カップで好きなやつがなくて、で、しかもそうやってさ、氷菓子だったりとかさ、ラクトアイスだったりとかするから、とかって思って。で、そのバータイプのやつはチョコアイスでね、アイスクリームだったから、じゃあまあしゃあない、これをね、おかなびっくり食べるしかないと思ってさ、それ買ってきて、で、今日はさ、まあそれ食べたけど、なんかそれもやっぱりサイズがだいぶ小さくなったかなっていう気がするよね。なんか一瞬で食べきっちゃったもんな。前は結構だからさ、溶けるんで、なんかね、溶けるのをさ、こうね、一生懸命、なんかね、しながら食べてたような気がするけど、なんか溶けきる前に食べきった。あれみたいなね。なんかちっちゃくね、少なくね、みたいなね。で、それ食べながらさ、小池さんがさ、銀座で、演説してる時にさ、帰れコールがすごいやめろコールだったっけ。やめろコールが鳴りやまない動画を見ながらさ、そのハーゲンダッツのアイス食って、もったいないもったいない。もったいない。ハーゲンダッツのアイスがもったいないと思って途中で止めてね、アイス食べるのに集中して食べたんだけど、にしてもさ、ちっちゃくねっていうぐらいにね、あっという間に食べきっちゃったよねっていうね、感じだった。吉井さん、読んだ読んだ。読んだんだっけ。読んだね。北海道さん、部屋にエアコンがないのですか。はい、こっちの部屋にないんですよ。あっちの部屋にしか。だからお客さんが来ると、もうここ閉めちゃうんで、そうするとエアコンがなくって。で、お客さん帰ったらね、ドア開けて、あっちの冷気をね、扇風機でこっちに回してっていう感じでね、過ごしてるわけでございますよ。で、今日さ、扇風機がさ、去年ね、壊れたかもしれないみたいな感じで、もう一台買ったわけよね。でね、扇風機壊れるともう確実に死ぬから無理と思って買ったんだよね。で、一応まだ動いてるんで、2台こっちの部屋でさ、回してたわけよ。首振りにしてね、ずっと風が当たってると喉が乾燥して辛いからと思って、自分には当たらないようにっていうのかな。首振りにはしないで、まあ、1個の扇風機をあっち向きにね、して、で、1個の扇風機をまあこっちの壁に当たるようにして、で、まあ、部屋回るように、扇風機2台回したらね、意外と過ごせたんだよね。だから、いけんなと思って。ね、エアコンなくてもなんか過ごせんじゃねっていうね、感じに、なってきたよ。ただ、まあ、扇風機ないと死ぬんでね、やっぱりこれで停電とか起こされると無理なんだけど。停電起こされると無理なんだけどな。だから真夏の暑い時に停電になった場合にどうやって過ごすかっていうことをさ、考え中なんでございますよ。どこだったっけ。北海道さん、今日スーパーに行ったら、ハーゲンダッツは220円、その後のアイスは110円で売られていました。いいな。こっちはね、ハーゲンダッツ300円くらいするかな。だから200、税抜きで250いくらとかで、まあ、税込みにすると約300円ぐらいしたような気がする。レシートどっかにあったっけ。いや、どっかやっちゃった。なかった。レシートを見れば早いと思ったんだけど、忘れちまったな。だから、もう最近、値段を見ないで買うというか、これが欲しいと思ったらそれを買うんで、
値段あんまりね、ただあまりにも高いと、買うのやめるとかっていうね、判断はするんだけどさ、なんかね、今日はハーゲンダッツ買うと思ってたんでね、値段を見ずに買ってきました。吉井さん。ハーゲンダッツは添加物が少ないですが、そうそうそう、そうなのよ。そんなの気にさず買ってます。はい。私はずっとそうでした。前はそうでした。えー白、白熊くんとかブラックモンブランとか好きです。ああね、そういうのあるのいいよね。こっちにはさ、白熊くんもブラックモンブランもないからさ、まあ白熊くんはね、時々なんか売られてるっぽい感じ。それかなんだろう、バッタモンなのかな、似たような感じのものなのかな、本物じゃなくて。なんか似たようなアイスはあるんだよね。こんな感じ。だから自分のお気に入りのもんだとね、ちょっとたまにね、あ、食べたいかなって思っちゃうけど、ただね、もうなんかそんなにやばいんだっていうことが分かったので、もう本当ね、世に溢れてる食べ物、日本に売られてる食べ物、毒でしかないっていうことが分かってからさ、ちょっと避けられるもんは避けようかなっていうね、流れに来てるわけですよな。北海道さん、吉さん、白駒くんの、フルーツバー売ってました。へえ、そうなんだね。てんたまさん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとーくやってますよ。てんたまさん、帰ってきました。お帰りなさい。暑い中、どこに行ってらしたのかしら。遊びに行ってたのかな。カニタンさん、てんたまさん、こんばんは。てんたまさん、やはり小池当選ですか。もうな、今回ばかりはひっくり返ってくれることを、まあね、信じてたけれどもな、もうがっかりすぎてやる気ないわけよ。もう何もやる気ないのね。どうしてくれよ、これ。てんたまさん、カニタンさん、こんばんは。ヨッシーさん、エアコンないのならば、今後のライブはエアコンのある部屋で放送できないのですか？はあね、まあやればいいんだけど、パソコン移動してな。パソコン移動すりゃいいんだけどな。ただまあ、にゃんこをどう移すかっていうのまた考えなきゃいけないじゃんか。で、たけしねとかまたさ、始まるじゃんか。ね、めんどくさいよね。って今、って言ってたから、マチュがすげえびっくりして、起きちゃった。ごめんなさいね。変な声出してな。もうね、もう、そんな感じ。はい。カイタさん、三井のゆりちゃんですな。三井のゆりちゃん、三井のゆりちゃん。はい。てんたまさん、4年後は革命が起きますよ。4年も生きてねえからよ。4年も生きてないよ。現都知事がね、もうそのまま続行するんであれば、ね、あの、東京都民は今年中に全員滅亡しますよ。てたまさんは読んだ。よしさん、北海道でも白熊くん販売されているのですね。あ、そうだね。ブラックモンブランの竹下製菓は九州に本社があります。そうそう、ブラックモンブランはね、なんか九州でしか売られてない、お菓子だっていう話を聞いてからさ、で、この前北海道行った時にね、なんか北海道は、なるほど、アイスの種類がめちゃくちゃ多いっていうのでさ、そりゃそうだよね。北海道産の材料がいっぱいあるんだもんね。そりゃ作れるよねっていうのでさ、なるほど、北海道の人のアイスの消費量が多いのはそういうことかっていうのがさ、まあ見て分かったわけだけどもさ、ねえ、でもブラックモンブランとか白熊くんとかが売られてたっていう記憶はないもんね。だからやっぱりブラックモンブランは
九州でしか売られてないんだと思うんだけど、白熊くん、どうなんだろうね。本物は売ってないけど、そのバータイプのやつは北海道で売ってたってことなのかな。ああ、ああ、もうああって感じで、明日からどうやって生きてったらいいのみたいなね。もう絶望感。まあ寝たらね、もう忘れちゃうんだろうけど、この絶望感はさ、また今まで通りの毎日が、今まで通りっていうかな。ね。まあ、さらに最悪になるのか、なんだか知らんけど。もうやる気ない、やる気ないよな。どうしたらいいのこれな。はい。あとは何の話？アイス買った、アイス食ったって話だな。ではもう終わっちゃった。そうで、今日、なんか、昼寝はしてなかったと思うけど、ただまあ、あれだ、ゴロゴロしてた時間が多少あったかな。で、ふと、あ、そうだ、農協行ってない今日と思ってさ、今日は、農協行ってなかったと思ってさ、農協行かなきゃと思って行ったんだけど、閉まってて、あ、そうだ、今日日曜だ。あ、今日日曜だったと思ってさ、あれなんで農協とか思ったんだろうと思って、帰り道めちゃくちゃ暑くてさ、やっぱ外は暑いよなと思って、外こんだけ暑いのにね、このね、部屋の方のが涼しいっていうのがさ、ちょっとびっくりだった、今日ね。扇風機2台あると意外と過ごせんだなっていうことが分かって、良かったです。だから、扇風機1台じゃダメなんだよ。2台、3台あればね、いけんだなっていう感じですよ。私からね、体験談。1台しかなくて暑いって言ってる人な。2台あればいけるよ。エアコンね、使うの怖いっていう人ね、扇風機買ったらいいと思いますよ。なんだっけ。カニタさん、ズブズブ企業、ズブズブ企業が、どこだったっけ、三井の、三井なのか。吉井さん、農協行くのが日課ですか？そうそうそう。農協行くの日課なのよ。で、日曜と月曜日は休みなのよね。だから土曜日のうちに、日曜日と月曜日の、賄える分の野菜をね、土曜日のうちに買おうかなみたいな、そんな感じで。で、昨日買ったんだったっけ？きゅうりまたね、今度はね、巨大な上に全部真っ黄色なのね。全部真っ黄色で、いや、こんな黄色いのって中どうなんだろうと思って食べられんのかな？100円だからっつっても食べられなかったら無駄になるからさ、どうしようなんて思いながら、これ食べられんのかな？なんか食べられんだったらいいけど、食べられなかったらなんて思いながら、まあね、100円だから買ってみっかと思って買ってきてさ、でね、巨大だし真っ黄色のきゅうりをさ、昨日もね、皮剥いて、で、野菜ブイヨンでね、あえて浅漬けみたいにして食べたわけよ。で、昨日は買ってきたばっかりだったから、まだ生ぬるいのを食べたんだけど、今日はさ、冷蔵庫に入れといたからね、冷えてる、状態のきゅうりをね、また野菜ブイヨンで浅漬け状態にして、食べたのでね。で、あと1本残ってるので、明日賄えるじゃんか。で、火曜日になったら、また農協に行って、新しく野菜とか思うんだけどね。まあ、昨今あんまりなんかちょっと微妙な感じなのでね、買ったり買わなかったり、きゅうりだったらそうやってね、巨大なやつがあると、買ってきたりっていうね。夏はだからまだいいよ。いろいろあるからさ。もう冬になっちゃうともう全然ないので。全然ないのでっていう感じで、ただ農協行くのが日課なんですよね、とにかくね。大吉さん、藤子さん、皆様こんばんは。ボンソは本日もしぶとくやってますよ。はい。でね、だから気をつけないと、
スーパー高いとは言っても、30%引きのシール貼られてたりとかするじゃんか。そうすると、そんなに高くない野菜が30%引きのシール貼られてる場合は、農協の野菜よりも安く手に入る場合があるので、気をつけないとっていう感じなんだよね。だから、どうしようなんて思って買わずに帰ってきて。で、その後スーパー行って、で、スーパーでね、農協で買わなくてよかったよっていうのがね、ある時もあるし、でも最近はね、もうさ、スーパーの野菜もさ、本当に高いし、で、ちっちゃいんだよね、すごい。なんか全然食べる気しないし、みたいな感じなんでね。それだったらまあね、結果農協安くなかったなっていう状態であったとしても、なんか農協の野菜買った方のが、なんかね、量的には、納得いくかなみたいな。なんかちまちましてるんだよねっていうね、状態でございますよ。でね、今日も、まだ食べてないけどさ、うちに生えてるシソがね、でっかくなってたので、ただもうね、栄養をあげてないからさ、水だけで育ってるんでね、なんか色があまりにも薄くって、薄くってなんだかかわいそうみたいな状態なんだけど、まあ葉っぱだけは結構ね、しっかり大きくなってくれるので、大きくなった葉っぱを収穫してな、今ね、5万円にして冷蔵庫にね、冷やしている状態でございます。てんたまさん、大工さん、こんばんは。よしーさん、つぶやき富士子の初九州上陸編見ました。ありがとうございます。空港で一日過ごすのかと思いました。過ごしてもいいんだけど。過ごしてもいいんだけどな。続編楽しみですね。来週までお待ちください。来週までね、楽しみに待っててくださいませ。離脱せずね、忘れず待っててくださいませって感じよ。だからまあね、新千歳空港だったら広いから、一日過ごせるなっていう感じだったわけよ。温泉もあるしね。ただ、長崎空港はさ、さすがに、一日はさすがに1日は、まあ私が大食いで、ね、端から端までっていうのかな、まあそんなにショップなかったけどさ、ね、一個一個の店入って、もう全部なんか食べるみたいなことすれば、1日、まあ過ごせなくもないかもしれないけど、大食いでもないんでね、そういうこともできないんでさ、さすがにちょっとね、だからほら、高松の時みたいに時間が短かったら、ね、過ごせると思うんだけど、長崎はさ、だって、始発で行ってさ、で、終電ギリギリかもみたいなさ、滞在時間長かったからさ、それでさすがにちょっと空港だけではね、過ごせなかったんだよね。まあ、そもそも観光するつもりでいたからさ。いたんだけど、まあ、予定ちょっと狂いまして。予定狂ってなっていう感じなので、どうしようって思いながら結局過ごしてたかなっていうね、いう感じかな。でもまあ、その方のがね、地元っていうか、その土地をさ、楽しむことができるっていうの。なんかね、予定いっぱいにしちゃうと、それをこなすことに一生懸命になっちゃって、結局今この瞬間を楽しめてなかったりとかするんだけどさ、予定ないと、どうしようって思ってる時の方がね、そこのね、場所を楽しめてるんでね、自分的には、そういうのが結構好きだったりとかするかなって感じね。まあ、見てる人の期待には添えないかもって感じなんだけどな。ね、天玉さん引っ張る、はい、渾身の渾身の動画なのでな、引っ張りますよ。ね、感じよ。ね、経費かかってるし。経費かかってるしね。回収できてないからな、経費な。そうなんだよね。
全然視聴回数増えないしさ、チャンネル登録者数も増えないしな。もう自己満足の世界なのでな。まあでもそれでもね、楽しんでくれてる人がいてくれてね、ありがたいよっていうね、感じ。はい。で、あとなんか言おうとしてた気がしたけど、忘れちゃったからごめんなさいね。タロットカードタイムに行こうかな。にゃんこ、こんな暑いのによくくっついてるよな。でっかいチームが今ここでさ、団子になってんだけどさ、もうなんで暑いのにさ、なんで団子になってんだろうね。猫謎だな。というわけで本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。例えばほら、さっきさ、その動画流してる時にさ、ペンタマさんがなんだっけ、なんとか島に行きたいって言ってくれてたじゃんか。で、忘れちゃったけど、読み方がわかんないんで、忘れちゃったけどさ、ああ、そうか、と思って、なんか聞いたことあるなと思ったんだけどさ、そこをさ、調べてたんだ、そういえばな。でね、沖縄の、最も遠いと言ってもいいぐらい遠い島だよね。まあ、さらに遠い島がどうやらあるっぽいけど、なんかそれの手前ぐらいの、なんか島みたいじゃんか。アラグスク島か。そうそう。なんかね、なんか聞いたことあるなとは思うんだけど、その字を見て、想像できないからさ、忘れちゃうよね。なんか人魚が住んでるとかっていう島みたいだよね。で、人魚が住んでるだか住んでたかだかっていう島かな。で、ね、その人魚の骨があるだかわかんないけど、人魚神社かなんかがあるっぽいよな。で、へーと思ってさ、なんか面白いなと思って、見てたわけよ。見てたんだよね。で、そう、都知事選のことすっかり忘れてさ、それ見てたわけよね。で、ね、なんか、海が、沖縄イコール海綺麗だけどさ、にしたって綺麗だよねっていう海だよな。沖縄の海よりさらに綺麗みたいな、そんなね、海だよね。いや、こりゃすごいな。写真で見ててこれだもんなっていう感じなんでさ、実際行ったらどうなのっていう感じだったよな。天玉さん、絶対立ち入れない人魚神社ね。なんか、神社っていう割には立ち入れないのもすごいよね。ヨッシーさん、沖縄には過去30回ぐらい行きましたか？マジか、いいなとてもすべての島を制覇することはできます。あ、そんなに島あるんだ。すごいね。大東島、多分読み方違うんだろうな。とか、しょうま、与那国。与那国だけは合ってんだろう。そうそうそう。八丈島だっけ日本で一番南って言っていいのかなにある島っけ。ね、それもなんかね、行った人のブログを見てたわけよ。アラグスク島調べた時の記事な。で、すげえなって思ってたんだよね。で、その人が、なんかその一番南の島に行った時のブログも、なんか書いてるっぽかったけど、それは見ないで、そのね、アラグスク島のところだけ、見てたんだよね。で、なんかね、日本一汚い民宿かなんかがあるらしいんだよね。で、そこに行ったっていう記事があったんで、で、それを見てたかな。てったまさん、ヨッシーさん、すごいね。すごいよね。
天玉さん、西表島行かれましたか？西表じゃなかったっけ？合ってる？西表島も沖縄だっけ？なんかさ、いっぱい島の名前さ、あるじゃんか、日本ってさ。で、似たような名前なんで、なんか、沖縄なのか、それともほら、なんか違うところの島なのか、わかんないんだよ。なんかね、4つぐらいしか把握してないから、沖縄の島ってさ。で、この前長崎に行って、で、そっちの方の島々を見てみて、あ、4つだけじゃないんだっていうことがわかり。ていうか、沖縄は4つなのかな。で、それ以外の島は、九州になるってことなのかな。わかんないみたいな、今、状態。そんなとこです、今。えーっダマさん、西表か。西表ね、読めないよね。覚えろよって話。覚えらんねえんだよな。自分が行けば覚えると思うんだけど、そういう体験をしない限りね、覚えらんないんだよね。カニタンさん。西表は私の発案で行きました。ああ、そうなんだ。すげえいいな。いいな、羨ましいな、ほんとな。てんたまさん、カニタンさん、すごいね。二人ともさ、その行動力がさ、素晴らしいよね。どっちかがほら、腰が重いとさ、そうはいかないもんね。二人してやっぱり行動力がないと、そういけないもんね。北海道さん、ストップ、ありがとうございます。てんたまさん、ちなみに、西表のどこら辺ですか？西表って広いのか。カニタンさん、独特の生物がいますので、ああね、そうだろうね。ヨッシーさん、西表山猫がいるんだったっけ？カニタンと一緒に行きました。サガリバナという、花が水面に落ちる瞬間を、カヌーで早朝に見ました。へえ、すげえ、いい経験してるね。いいなぁ。大工さん、はい、LINE でリアストップありがとうございます。というわけで、皆さんからストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃん。明日からどうやって生きていけばいいんでしょうか？メッセージをください。あ、そっか、東京から脱出するのカードが出た。なんだっけ、夜逃げのカードが出てきたよ。夜逃げだけど逆位置か。逆位置ってことは夜逃げしたいけど出れませんっていうこと？じゃあここでどうやって生きていけばいいの？どうやって生きていけばいいの？てんたまさんやばいわ。大工さん、南部線の今日のラインデリアは今日ですよ。ああ、そうなんだ。暑かったもんね、今日ね。大工さん、猛暑だから南部線は全車両今日運転となりました。おー、よかったね。よかったね、そう。ね、電車でさ、誰も乗ってないのにさ、今日だと寒いんだよね。平日昼間じゃない。平日の朝晩のその通勤ラッシュの時間だったらさ、今日でもね、いいと思うんだけどさ、それ以外の時間でさ、今日だとね、寒いんだよね。私ほら平日の昼間、誰も電車乗ってないような時間に電車乗ってくからさ、もうね、寒くって。
ね、だから余計夏場の方がさ、外は暑いんだけど電車乗ってる時間が長いとね、それこそ温泉行きたくなるよねっていう感じなんだよね。何個だこれ。1、2、3、4、5、6かな。で、ソード6、ソード6、逆位置。逆位置で出た場合は、アクシデントなどが発生し、仕事の停滞が起こる可能性がありますね。だからメルカリでまた購入したいんですけど、制限がかかってますって。また他の人からもメッセージ来ててさ、もう商売上がったりだよ。いつになったらこれさ、制限解除されるの。どうしたら制限解除されるのもわかんないよ。もうね、ご迷惑をおかけしておりますって感じよ。カードに書かれた水は感情を表し、倫理的な解決をしようとしても、感情の波が邪魔をすると解釈できます。今いる場所から離れられないというケースもあるかもしれません、やっぱり。東京から脱出できないの、カードが。出てまった。もう、やる気が出ないな。他のところ。これはどうだ。恋愛これ恋愛しかないやつか。っていうか、解説がないぞ。正位置。逆位置。困難を避けられない。はい。ゆり子に決まってしまいました。今の状況がさらに悪くなるな。冷静に判断できない。もう何も考えられない。大きな壁を感じる。トラブルを繰り返す。いい答えを見つけられない。本当。苦しい状況から逃れられない。嫌だ。逃げたくても逃げられない。本当だよ。あやふやな状況が長く続く。もうやめて。もうやめて。はい。恋愛しかないな。まとめないかな、これな。政治逆位置。政治逆位置。まとめ。ソード6は流動的な状況を意味していますが、逆位置のネガティブな場合は、自分の悪い面が出たトラブルから逃れられないなどの状況を意味しています。逆位置で引いた場合は、すべてを人のせいにしないで、はい、ゆり子のせいにしない。自分自身の心の在り方を変える、はい。環境を変える、はい。だから逃げられないのカードじゃんね。行動を変えるなどの決断が必要だというメッセージです。はい。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、ゆり子のせいにしない。自分自身でなんか考える。はい。というメッセージでございました。楽しんでいただけてたら幸いでございます。じゃんじゃん。てんたまさん。自分は、西表島の、コミかなに、行きたいんですよ。へえ、いろいろ知ってるね。さすがだね。でも、西表島って絶対夜 G 出そうだ。そう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 。心配ね。そうだよね。天様さん、沖縄 G 問題、そうそうそう、あるよね。だから沖縄に行くんだったら寒くはないんだから、冬でいいかなみたいな感じがするかな。ヨッシーさん、天玉さん、込みで合ってるから反対側の白浜湖、そこから秘境に入った記憶があります。すげえ。途中廃墟を見て、開示の地中世界みたいなものが、現実にあったことを知り衝撃でした。ねえ、ほんとね、そういうのが旅の醍醐味だよね。
てんたまさん、ヨッシーさん、すごい経験されましたね。羨ましいね。すごいよね。ヨッシーさん、西表、行けば、行けばで、稼げますよ、と、誘って、お金はその周辺だけで、通用する通貨を払ってました。稼げますよと誘って、お金はその周辺だけで通用する通貨を払って、あ、やっぱりそうなんだな。ました。G 出ました。あ、G 出るんだ。G 出るんだ。やっぱりちょっと沖縄行きは、考えようかな。テータマさん、ヨッシーさん、西表でのビジネスにも精通されているのですか？本当な。ヨッシーさん、沖縄は観光です。テータマさん、G 絶対出る。G 絶対出んだな。ね。いやーね、だからもう民宿とか泊まりたくないよね。で、そうだよね。そう、前に見た動画でこれ言ったけど、多分言ってなかったと思うんだけど、言おうとして忘れてたと思うんだけどさ、もうやっぱり民宿かなんかに泊まったんだろうなっていう人の動画で、サムネがさ、なんかね、なんだこれだっけ、なんか未知の生物が、部屋にいるだか出たとか、なんかね、そんなサムネだったわけ。で、確かに、何これ何これっていうやつだったんだよね。で、虫は見たくないけど、何これっていう興味が勝って、で、その動画をさ、見てみたわけよね。で、そしたらどうやらね、それ、フナムシらしいんだよね。で、あ、へえ、フナムシなんだ、これ、と思って。で、ほら、フナムシって一匹で見ないっていうかさ、なんか大量にいるじゃん。大量にいるからさ、気持ち悪いじゃんか。なんか一匹だけがなんかね、部屋に出たらしいんだよ。で、その人どうもね、虫に結構詳しい人だったっぽいよね。だからそれがフナムシだってすぐ分かったところがさ、ねで、あ、なんだこれみたいな感じで、声には出してるんだけど、テロップで出てくるわけよね、心の声がさ。なんだこれみたいな感じで。で、あ、フナムシだとかって出て、これフナムシなの？フナムシならまあ一応知ってる、虫じゃんと思って、まあそんなまじまじ見ないからあんまりわかんないけどさ、と思ったんだけど、なんか一匹で出てくると、あ、こんな感じなのかと思ってさ、で、動画に出てくるフナムシは、透明なんだよね。でさ、なんかほら、私が知ってるフナムシってさ、ダンゴムシみたいな色っていうの？なんかグレーっぽくって、で、まあ大きさとか動きがさ、もうまさしく G みたいな感じだから気持ち悪いっていうさ、感じなんだけど、なんか一匹で出てくると、こんな感じなのと思って、なんかね、透明なんだよね。でね、顔がね、なんだろう、ゆるキャラっぽい感じっていうのかな。なんかね、これフナムシなのって本当ね、思うような感じだったわけ。で、動きもさ、なんか G みたいな感じではなくて、でさ、BGM がね、もう秀逸なわけ。もう使われてる BGM がまあ秀逸でさ、動きに合ってるっていうの？なんかね、いや、頑張れみたいな感じにね、応援したくなる感じのね、なんか壮大な感じのね、BGM 使われててさ、もうぴったりなわけ、動きに。なんか可愛らしく見えてきちゃうわけよね。可愛らしく見えてきちゃうんだけど、で、そのさ、撮ってる人も、虫多分好きなんだよね。可愛いと思って撮ってるんだよ。だからこっちにもさ、可愛いと思って撮ってるんだなっていうのが伝わってくるんで、なんか可愛く見えてきちゃうんだけど、ただやっぱりね、時々動きが G なわけ。時々、気持ち悪いみたいな感じになるんだよね。なんかそんな動画を前にね、見ましたよ。だから多分それもね、なんかだいぶ昔の動画なんだと思うんだよ。
なんか時々急にさ、昔の動画がさ、おすすめに上がってくる時あるじゃんか。それで多分みんな見て、で、急激にその、再生回数がさ、ガーンって上がる動画さ、時々あるじゃんか。なんかそれで多分見たんだと思うんだよね。コメントがみんな最近だったんで。昔の動画のはずなのに、コメントがみんな最近なんで、多分そのパターンで私見たんだと思うんだけどさ。いや、なんかそんな動画見たっていうのをね、思い出したんで、語ってみました。で、たまさん、船虫は高松港でよく見ますね。ああ、そうなんだよね。まあでも、海のところには絶対いるよね。この前の、長崎行ったところに、だって、一応いたもんね。そんな大量にはいなかったけど、あ、やっぱいた、みたいな感じだったんでね。大抵いるよ。大概見るよ。な、データはさ、似てますよね。そう、動きがさ、動きがまさしくあいつなんだもんな。昔の動画がおすすめに出てきて、100万再生あるある。そうそうそう、それそれそれ。多分そのパターンで見たやつだと思うんだよな。いや、確かに作りがさ、BGM が、もう使われてる BGM が最高だなっていうのでな。そういう天才的な動画出てくるよな。あれ、突然おすすめに上がってくるっていうシステムな。それが何なんだろうっていうところがわかんないよね。天玉さん、お酒をやめようという何年も前の、タイの CM 動画も今年一気にブレイクしました。そうなんだ。それ知らないな。調べなきゃ。そのうち出てくるのかな。わかんないな。はい、というわけで本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいの、11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間お時をお付き合いいただけると嬉しいです。私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな。はーい。いいとも。じゃんけんぽい。後出しで負けるっちゅうな。というわけで、いい夢見てね。おやすみなさい。バイならー。